とのことです。なるほど。起きてどこにもいないと思ったら、我々にそのような難題を押し付けて、相も変わらず。まあ、カオルちゃんが教えてくれましたから、そのあたりのことは把握してはいましたが。健介様は帰ったら謝ると。心配しないでじゃないんだ。そうおっしゃっても、我々が心配するのは分かっているからでしょ。あの方らしいです。コナミさん、いずれの件も相分かり候とお伝えください。カオルさん、川沿いの地図は見せていただけますか？ココロちゃんに言えば出してもらえると思うよ。あとは、そうですね。何か美味しいお土産があると良いですね。それもお伝えしておきます。だったら夕霧ちゃんも帰ってくるのは明日か。おそらくは。ねえねえ。はい。あなたもお兄ちゃんの奥さんなんだよね。はい。一応そのつもりです。だったらコナミちゃんって呼んでいい？カオルちゃんは年の近いご友人がいないそうなんです。周りは武田家の家臣ばかりですし。ほう。それでね、しのちゃんとしずくちゃんはお友達になってくれるって言ってくれたの。だからコナミちゃんもダメかな。自分は。コナミさんも光様と同じく健介様の奥方ですよね。だとしたらカオルちゃんとも義理の姉妹のようなものですよね。まあ理屈で言えばそうかもしれませんが。じゃあ自分のことは好きに呼んでいただいて結構です。ですが自分はカオルって呼んでくれないかな。そういうことに慣れていませんので。お友達は？お望みとあらば。やったー！じゃあお望みするからコナミちゃんともお友達だね。では失礼いたします。言ってしまいましたね。嫌われちゃったかな。コナミさんは恥ずかしがり屋なだけですよ。もともと自分を草だと戒めているところがありますから、そういった付き合いに慣れていないだけです。そういえば健介様の愛称だと自分から名乗ったのもこの間が初めてでしたね。そうなんだ。ねえねえ、健介隊のお話もっと聞かせてもらっていい？カオルちゃん、それもいいですけど、お昼からはココロさんと人中食の研究をする予定だったのでは？あ、そうだった。ねえ、二人とも。はい。健介様も好きに出歩いているのです。我々も少しくらい楽しいことをしても罰は当たらないでしょう。カオルちゃんが良ければ私たちも行っていいですか？もちろんだよ。ですね、兄上、一つ聞きたいことがあるでやがりますが。兄上は姉上のことや夕霧のことを恨んでやがりますか？なんでって改めて考えてみれば、あの時期を狙っての長尾への一撃は我ながらひどいでやがるなと。確かに夕霧は姉上の意志に従ったでやがりますし、それを間違ったとは思ってやがりませんが、こうやって兄上とも仲良くなってから考えたら悪いことをしたなっ
がりますか？面目次第もないで上がりますよ。でも健介様、あの時は後期だって言ってたです。後期で上がりますか？それはお互い様で上がりますよ。兄上の望むような協力体制は姉上次第で上がりますが、少なくとも長尾とのいがみ合いよりも日の本を蝕む鬼を倒す方が優先だと夕霧は考えて上がりますよ。私たちも金ヶ崎の軒口で鬼の力を目の当たりにしていますからね。越後に加えて武田が力を貸してくれるなら心強いです。あいつら一匹一匹は大したことないですけど、たくさん集まると厄介です。だからこっちもみんなで力を合わせて鬼たち全部やってやるですよ。よく言いやがりました。一緒にやってやりやがりましょうぞ。やってやるです。まったくこの二人は。なんで上がりますか？痛いところをついてきやがりますね。まあそうで上がりますね。武田と長尾の和平について必要で上がりますか？難しいと思い上がりますぞ。基本的な考え方の違いというか、生き方の違いというか、とにかく難しいで上がるのです。なるほど。信虎殿を追放した後、お三方で頑張って会を立て直そうとしていらしたのですね。はい、その姿勢に信虎派だった武田家の家臣もようやく親方様を信頼に足る主だと認めるようになりまして。心さん、味噌の割合はこのくらいでいいですか？もう少し多めに入れて大丈夫ですよ。了解しました。播州や健介隊の兵糧とはだいぶ違うのですね。面白いです。いろいろ工夫してるからね。美味しいご飯は力の源だから。そうですね。あと、すみません。お話続けてください。ですが、甲州は土地が痩せていますから、どれだけ皆で力を合わせても他国ほどの米の生産は期待できませんでした。それで信州へ進出を。もともとお母さんの頃から進出してはいたんだけど、会の中もある程度落ち着いたし、改めて出ようってことになったんだ。確かに信州は肥沃な土地ですし、交通の便もいいですからね。東山道を抑えればそちら絡みの収入も見込める。しのちゃん、そっちのお鍋そろそろ一度混ぜてみて。そこが焦げついちゃう。
わかりました。そして我らは諏訪を制し、街道を整えながら少しずつ北へと勢力を伸ばしていたのですが、お腹すいたんだぜ。はいはい。ならコナちゃん、新しく作った珍獣食の味見してくれる？さようで上がります。当時上田を治めてやがった村上は卑劣にも鬼の手なんぞ借りやがりまして。でも鬼は値切りにしたですよね。もちろんでやがります。ただそこで取り逃がした村上があろうことか長尾に泣きついたでやがりますよ。いえ、関東は遠江、越後、信濃より向こうの十国とされていますから。隣国ではありますが、直接の関係はないはずです。むしろその基準で言えば甲斐が関東に入る。甲斐は関東関連の指図なんか受けやがらんでやがりますよ。そうでやがります。それまで信州には手を出さずに眺めてるだけだったくせに、いきなり手を出してきやがったのですよ。なんでです？単に越後の平定に時間がかかっていただけでは？きっと姉上に嫌がらせするためでやがります。村上を取り逃した後、長尾から書状が届きやがったのです。にしてもミク殿も大人げない。うるさいわね。はて、どのような手紙であったか、ゆう、覚えておるか？無論一言一句漏らさずに。どんな手紙だったんですの？そのままそらんずればよろしいですかな。いや、わかりやすく頼む。別に読まなくていいわよ。まあ、公方様のご命令ですので。それでは。はいどうも。上杉則政様から家督と関東関連職を相続した長尾景虎です。もうちょっとしたら改名するけど、まだ景虎で行くね。よろよろ。関東関連は関東一円の武士の元締めです。鎌倉公方直属で守護だの守護代だのよりも偉いんだよ。あ、甲斐武田は甲斐の守護だから分かってるよね。っていうか、海なし国の守護ごときが何色気出して信州なんて進出してるわけ？ぶっちゃけ目障りなんですけど。どうせあれでしょ？信州の先に狙ってるのは越後だよね。海欲しい？そんなに海と港欲しい？まああげないけどね。残念でした。それに、今まではお飾りの関東関連だったから好き勝手だったかもしれないけど、これからはそうはいかないからね。甲斐は関東の一部なんだからね。一部。文句があるなら弓矢持ってきたらいいわよ。でもね、景虎超強いから覚悟してね。圧巻どもに御仏の慈悲は無用なんだよ。あと、もともと北信濃にいた漁師ちゃんたちも関連様を頼ってきてるのよね。だから、さっさと北信濃から撤退して甲州に戻んなさいな、山猿ちゃん。意訳すればこんな感じですかな。ふむ、あっぱれである。光栄の至り。あんたらその辺の松にでも吊るしてあげましょうか？
いやはや、そのようにお褒めの言葉をいただかなくても。褒めてないわよ。っていうか、なんでその手紙をあんたが知ってるのよ。論語あたりをそらんじるのに比べれば、手紙の1通や2通大したことではありませんな。どうせ他の手紙類も軒並み覚えてるんでしょ。はてさて。で、そうじゃなくって、なんで武田に送った書状が足利家に回ってるのかって言いたいのよ。最初の川中島を調停したのは余であるぞ。その時に出された手紙も資料として武田から提出されておる。あの足長娘。この間の手紙の意趣返しという意味がよくわかりましたわ。正直、どっちもどっちっす。あんたはどっちの味方なのよ、ザクロ。ふむ、将軍ですら飾り物なのに、関東管領ごときにそれほどの権力があってたまるか。いえ、公方様、そこは胸を張るところではございませんからな。何失礼なこと言ってやがりますか。村上の首をはねて仲間の敵を撃てないことに姉上は大変悲しんでおられやがったのですよ。長尾のバカがしゃしゃり出てきやがるからです。いわゆる時田の戦いというやつですね。そこから仲が悪くなったです。それだけじゃありやがりません。それからはことあるごとに我らに絡んできやがって、小さなものも合わせればどれだけ川中島で競り合いやがったことか。公方様は2度目からは出てきやがりませんでした。しかしその度に信濃の田は荒らされやがりますし、働き手である農民を足軽として動員しやがりますから、国づくりも進みやがりませんし。そうでやがりますよ。なんてやがりますと。視点の違いというやつですね。兄上はどっちの味方でやがりますか。ほい。武田には武田の、長尾には長尾の、そして攻められた信濃にも互いにわからない内情というものがあるからこそでしょう。でやがります。どうしたの、あやな。健介様、長尾も武田もどうして仲良くしないですか？当事者じゃないからわかんないです。そんなの決まってるです。三河はもともと松平家の。でも、だったらどうして長尾は何度も川中島に行ったですか？武田が川中島より北上しようとしてたのはわかるです。川中島は武田が動いただけですか？それもありやがりましたけど、向こうから動いたこともありやがりましたな。それがわかんないです。武田が港が欲しいのはまだわかるですけど、長尾から攻める理由はないですよね。
本当に武田が邪魔だったら、その分戦力を整えたり、武田の周りの上野や相模や駿河と同盟を組んで一気に武田を叩いてもよかったんじゃないです？そこがあのメス猫の気まぐれのいやらしいところであがりますよ。そうなのです。アヤナは強い相手と戦いたくても兵まで動かしたりしないです。いずれにしても迷惑な話であがりますよ。見事にやり返してやり上がりましたよ。さて、下山が見えてき上がりましたよ。マリ様の故郷なのです。そのために私たちもできる限りのことはしましょう、健介様。ご主人様。どうしたであがりますか？きっとコナミからの連絡なのです。C ですよ。コナミ？あたりには嫌がらんようですが。それが鬼の一団を発見いたしまして、甲府から身延道をはるかに下った先、おそらくは下山の東側だと思うのですが、はるか左手に富士の山、近くには何条かの湯煙が見えます。そのあたりの温泉ならしもべで上がりますな。ここからすぐ近くで上がりますよ。行くで上がりますね。もちろんです。そのための備えですから。5匹ほどの集団が湯煙の方へと向かっています。こちらには気づいていないようですから、このまま追跡し、必要であれば足止めを行います。しもべはまだ使われている湯治場で上がります。先導するで上がりますよ。これでよし。しかし確かに鬼が多い。駿河が鬼の源となっているのは間違いないのだろう。必要であれば自分も調査に。今行くのは危ないと思うかね。背後を取られた。やあ、これは服部殿じゃないか。ああ、構えないでくれよ。自分は敵じゃない。むしろもう味方さ。そういうわけでお先に行かせてもらうよ。
これは自分の役目でもあるからね。聞こう。自分で言っておいて、一人で鬼の群れに向かうなど。大丈夫です。あなたはすみません。お水持てませんか？もう目と鼻の先で上がります。ご主人様。もう来なくても大丈夫です。どうしたで上がりますか？大丈夫も何も、もうすぐで上がりますよ。いえ、自分は無事です。妙見菩薩章もご主人様たちが間に合わないようであれば使おうと思っておりましたが、それを使う間もなく。はあ。でしたら、水を。どうしたですか？アヤナの水はもう全部飲んじゃったですよ。今日はいらないと思ったですから。見えてきましたよ、健介様。ご主人様。ああ、なるほどで上がります。こちらの方がお一人で。やあ、お立てでは世話になったね。その後、紆余曲折あって、ようやく武田に仕官が叶ったんだ。こうして再会できたことを嬉しく思うよ。おやおや、どうしてそれを？その通りといえばその通りだけど、そうじゃないといえばそうじゃないね。自分が調べていたのは新田健介、君のことだよ。田楽狭間に舞い降りた天神、甲斐の足元でそんな噂話が出たのなら調べるのは当然だろう。ならそういうことだよ。さて、それは健介くん、君が考え、君が線引きすればいいことさ。
尾張美濃、山城に越後、それに甲斐、信濃。これだけ多くの国を股にかけた男が小さいことを言ってるね。面白い人だよ君は。二人とも腹の探り合いはその辺でやめておくでやがる。これは失礼いたしました。ひふみ、お勤めご苦労でやがります。天球様こそこのような辺境までよくお越しくださいました。すみません。こちらの方がお疲れで水をご所望でしたので。はい、お水です。ありがとうございます。恋はそういうのは初めてかい？ういういしいね。して天球様、今日は光様の夫殿とこのような辺境にどのようなご用件で？兄上が二人に挨拶をしたいと言っておりやがったのですが、どうやら知り合いのようでやがる。かくいう君もうまく情報を引っ張り出しているように思えたけど。ほう、それはいつからだい？なるほど。いやー、己の優秀さを隠すことができないとは自分もまだまだだね。お、それは面白い反応だ。普通なら自分で言うなとでも言うところを軽く流した反応だったからね。新鮮だったんだ。やはり君は面白い人だ。回数までは覚えてないね。改めて名乗ろうか。我が名は武藤喜兵衛一二三正幸、下山城代を務めております。お気安く一二三とお呼びくだされ。務めるね。やはり君は面白いお人だ。珍しくひふみが気に入ったようでやがるな。まあ何よりでやがる。で、恋はどうでやがる？山本勘介、恋春雪と申します。先ほどはお見苦しいところを。で、こちらが本田平八郎殿と榊原小平太殿ですね。春日山での見事な手際拝見させていただきました。それも知ってるです。私の手際というと、空様をお助けした時の？はい。春日山攻め、そしてお盾の乱、2つの戦で全て拝見させていただきました。それは、ありがとうございます。知って、その夫殿は、我らの顔が見たいということは、早速、新しい相性でも探しに来たのかな？
まあ兄上は遠福家で嫌がりますからな。健介様？遠乗りとは、そういう？食べられちゃうんですか？さすがにそこまでの趣味はないだろうさ。せいぜい股にむしゃぶりつかれるか、熱い焼きごてを腹の中に差し込まれるだけのこと。安心するといい。安心なんてできませんよ。おやおや、夫殿は早速恋に目をつけられたか。本当に食べちゃうんですか？では片目が気に入らんとでも？恋はどうにも恥ずかしがり屋でして、この振る舞いも夫殿に対して不満ありというわけではありませんから、そのあたりは承知してやってくれるかな。かわいいって。なるほど。これは確かに金利からご免状を出されるだけのことはある。おや、そのように私までじっと見て。もしかしてひふみちゃんを？健介様？恋とは付き合いが長いからね。それにしても天球様、こたびの急なお越し、新たな親方様のお披露目というだけではないのでしょ？相変わらず里いやつで上がりますな。里くなければ生きていけなかったのが我が家ですから。して理由は？下山から駿府までの地図の進捗を確かめるように姉上から言われたで上がりますよ。どうで上がりますか？すでにできております。と言いたいが、細かいところはまだ半分ほどです。清見ヶ関あたりを越えると厳しい。なるほどで上がりますな。見るところお急ぎのご様子。ということは、その前にひふみ、駿府の動きについて何か分かっていることはあるで上がるか？そうですね。駿府の地は風もやみ、静かな佇まいを見せ、駿府の海は荒れることもなく波穏やかといったところでしょうか。よくない毛で上がる。ご明察。これはきっと嵐の前の静けさというやつでしょうね。さて、深きところまで探索できておらぬゆえ、どの程度かは分かりかねるが、すでに駿府の地には鬼が充満し、何やらきな臭い香りが漂っている、そんな気がする。今のところ下山城の戦力で耐えられるよう周囲に罠を張るなどして防御力を高めていますが、正直なところどこまで役に立つか。気が抜けないということでやがるな。だが姉上もそれを承知で動こうとしてなさるでやがる。鬼相手には必要ないでしょうが、大義はどういたします？今兄上が
いろいろと策を講じてやがりますよ。ひふみちゃん。ああ、そうだね。いつまでもこのような場所で立ち話もなんです。ひとまず下山に。いや、夫殿としては皆でしもべの湯に浸かる方がよろしいか？そう？ならそうしよう。あれ、二人とも馬はないですか？ないよ。もともと鬼の群れを追って山中をかけてきただけだからね。はい。なら、夕霧たちの後ろに乗っていくであがりますよ。では、甘えさせていただきましょうか。あ、そうだ。恋は夫殿の後ろに乗せてもらうといい。別に嫌がるわけではないですけど。それに、健介様の後ろなら奥さんのコナミさん。いない。コナミも恋と同じくらい恥ずかしがり屋なのですよ。そうね。いい機会だったのに。では、やはり恋が。そんな。では、天宮様、お願いいたします。かしこまったでやがる。あやな、かよ。あ、ナッツですよ。二人とも。